焚き火が終わって帰ってきました。今回はプチバックドラフトも経験したし、今回の原因をちょっと考えてみました。五徳がやっぱりちょっと火の逃げ道、これがないような気がしますね。ちょうどここの間っていうのは、ばっくり開けてるんですけれども、スキレットとかフライパンを置いた時にここの開口部だけだとダメで、他にも何箇所か空気穴をつけないといけないんでしょうね。あらかじめ下まで切りすぎないようにビニールテープ貼ってます。そしてカットするところの目印として線を入れてます。後で V 字に線を入れます。強度があまり低下しないようにこのように V 字にカットしています。下の部分残ってるんで多分大丈夫と思います。もともとサバの缶詰だったんですけど、王冠みたいな感じですね。これ王冠ごとくって呼びましょうか。おそらくこれでバックドラフトは解決できると思うんですけど、薪を投入するためにちょっと高さが必要なので、ダイソーでこれ見つけてきました。セリアの火起こし器のカスタム同盟にこのダイソーさんのかき上げリングも入っていただきます。ちょうど今ある五徳と比べるとこの高さの差になるので問題解決できるかなと思います。はい、それではかき上げリングの加工に入りたいと思います。開口部の広さは前回のこのサバ缶の幅でいきたいと思います。縦方向にカット入れるんですけど、だいたいここら辺と、反対側もここら辺でちょうどこのパンチ穴とパンチ穴の間を、通るようにカットしたいと思います。今回使用する工具はこの金切りバサミ一つでやっちゃいます。さっき書いた線の上を切っていきます。今回超簡単です。ちょっとこれ硬いので気をつけてください。よいしょ。最後これを切ったらよいしょ、終わりになります。ただちょっと、切り方下手くそだったんでささくれがこことかね、ささくれがあるので整える目的でもう一度これ直線的にきれいに切っておきます。よいしょ。そしてその後は、この角を R 状にしておきます。あとは曲がってるとこちょっと整えて、今回の作業はこれきれい、ツルツル。では五徳を変えてみましょう。おー、気持ちいい。スポッとはまりました。いい感じですね。これもいわゆるシンデレラフィットじゃないかな。なんかかっこいい、いい感じですね。連合軍ごとくスキレットを乗せてみました。こんな感じです。いい感じですね。ラージメスティンを乗せて焚き火ラーメンなんかもいいかもしれませんね。かき揚げリングのこのカットした端材もったいないですよね。こんな感じで使えないかな。でちょっと曲げてみると、こ
これ案外いい感じでなんか火かき棒ができました。小さな焚き火とかなら使えそうですよね。